はい、皆さんこんにちは。なんと今回、アベマさんでの僕の番組、直木マンの都市伝説ワイドショーがレギュラー化決定しました。パチ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 。ありがとうございます。皆さんのおかげです。より都市伝説や陰謀論が広まってほしいので、っていうよりか、様々な角度から物事を見ることができれば、もっと世の中がね、豊かになるんじゃないかと思っていたので、非常に嬉しいです。そして今回はシャープ4をお見せします。より都市伝説や陰謀論の世界が理解できるように、僕の解説も交えて紹介していきます。はい、皆さんこんにちは。直木マンです。なんと直木マンの都市伝説ワイドショーレギュラー化が決定しました。すごい。おめでとうございます。ありがとうございます。腹をくくったんですね。そうですね。アベマ箕輪さんが以前おっしゃった B 面の世界、B 面の側面が表に少しずつ違ってきてますね。はい。で今日もなかなか濃いメンバーが揃ってますので、本当ですよね。はい。よろしくお願いします。お願いいたします。ではまず本日のゲストをご紹介します。プロラッパーでグラビアディガーの呂布カルマさんです。よろしくお願いします。お願いしお願いしまます。す。そして女優の若月由美さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。すごい。さあそして話題のニュースを独自の視点で語る闇の解説員の皆さんです。いやもう佐藤さんは、はい僕結構YouTube の方とかでコラボさせていただいてるんですけど、間違いなく一番人気です。一番人気。はい。みんなに誰が見たいって言ったらもう間違いなく佐藤さんの名前が。今じゃあホットな。YouTube を始められましたしね。そうですね。あ、そうですか。すごいですよ。起業家で YouTube を始めて急にうん十万再生とか叩き出しますから、安定して注目度ちょっと今日は勉強させてもらいます。いや嬉しい。語ってください。それでは早速一つ目のニュースはこちらです。うわ。こちらがニュースでは決して報じられない大阪・関西万博について都市伝説的視点で見た見解。こちら直木マンさんですね。お願いいたします。そうですね。ちょうどこれ言っていいかあれですけど、今日開幕ですね。あ、そうですね。収録日。今日開幕なんですよ。僕ちょっとある特殊なルートから行かせていただいて、佐藤さんも行かれてあ、るんですよ。私も行きました。特殊なルートから同じルートです。特殊なルート。ある闇のルートから。はい、始まりました大阪万博。やる前からね、東京オリンピックの時のようにやるのかやらないのかとかよくわかんない状態だったし、そこにね、大金つぎ込んでいいんですかみたいな結構賛否両論でしたよね。しかし無事4月13日に開幕しました。僕もね、実は一足先に行かせていただいたんですけど、万博そのものはみんなが未来ある希望に向けてワクワクできるような世界を目指して最新技術をアートを通じて見せている感覚でした。昔の万博の月の石とかがまさにそうですよね。その側面で言うと、うわ、何ですかこれ見たことないです、超未来ですねみたいな技術はぶっちゃけそこまでねなかったのかもしれないっていうのも、インターネットってさ、この昔の大阪万博の時になかったじゃん。インターネット今ではあるからみんなが気軽に簡単にその世の中の最新のものに触れることができるっていう意味では、これが新しいです、革新ですっていう体験はあまり得られないのかもしれない。今で言うと、そういった技術発見があったとしても、皆さん利権まみれの世界ですよ。表には出てこないですよね。例えば僕が理想とする万博は宇宙人のミイラとか、スタップ細胞でできたチラスとか、空飛ぶ車じゃなくて UFO とか AI と脳をつなげる体験とか、世に出てないけどすぐそこにある、なんならもうあるでしょっていう技術たくさんあるじゃないですか。直木マン万博やりたいですね。そのうち誰か出資してください。なので世界の国々専門家たちがその最新技術アートを通じてパビリオンを見せてますけど、落合陽一さんとかね、彼のインタビューなんか見てすごい心打たれて、昔はさ、みんながこう未知なる世界、希望に向かってすごいパッションを持ってね、働いて活動してたっていう世界なんですけど、今ではいつの間にか依頼されたらね、納品してお金をもらってみたいな、そういうちょっと冷めたサイクルになっちゃってて、なかなかその新しいロマンに向かって走っている大人がいないって彼インタビューで言って、確かになるほどなと思って、そういった意味ではね、万博ではその直接的に超革新的なものは見せられないかもしれないけど、少しでもそのみんなが未来に向かって走れるような空気感というかムーブメントをね、再度作りましょうよっていう意味ではすごい、俺もそうだしなみたいな、リアルに万博やろうとしてることと俺らが目指しているそのロマンの世界と本当は一致するはずじゃないですか。なので根底の部分は通じているのかなと思いました。ただなんと今回の万博、真の目的があるんじゃないのって番組で出てましたよね。未来は明るいんだよっていうのを作りたいっていう意思はすごい伝わって、ただそれと同時に闇の部分じゃないですけど、夢芝跡地としてあそこカジノ、IR 施設で展開するんじゃないの、そのためなんじゃないのとか、
その後のカジノに向けてという話。今回万博は夢島という埋め立て地で行われているんですけど、わざわざこの場所を選んだ理由は、この夢島を活用するためはもちろん、その後ここに大型 IR 施設を設置し開発することがメインの目的だったと。最初からカジノをやりたいですって言ったら反対の声が大きく上がって、やりづらいけど万博を開催したいですってことだったら、まあこれもね意外と反対の声が多かったから思い通りではないかもしれないけど、まあカジノよりはマシですよってことで。そして今回 IR 施設を行うのは MGM というアメリカの統合型リゾート運営会社なんですけど、アメリカのパビリオンも彼らがスポンサーを務めています。山田さん的にこの万博、一部ではそれこそメディアでも否定してますけど、結構中国の資本が、中国のバックっていうのは僕はあんまりあれで、っていうのはラスベガスにある MGM というカジノ、大きな大手カジノが企業が入るんですけど、ここは中国のカジノと争ってアメリカ側の企業が取ったんですよ。取材したんですけど、今もうすでに実は万博とこのカジノっていうのはもうワンセットに実はなってまして、もともと何もなかったところでインフラ作ったり道路作ったりしてるのも全部カジノのために作ってるんですよ、要は。だからこそ今万博のアメリカ間のスポンサーは誰だって言われたら MGM なんですよ。ということは MGM が全部そこ裏にいるんですよ。なるほど。ということでやってるわけですよ。ですけど、MGM 側が取っちゃったんですよ。でだから今次の MGM はやるんですよ。でそうなんだ。ボワーっとアメリカで MGM を叩く怪文書がその時ドワッ出て、でこれは本当にカットだと思うんですけど、都市伝説的にですよ、それやったのよ。これ使いましょう。面白い。すごい。つまりそういうことですよ。そして都市伝説ワイドショーで出た興味深いテーマが、みんなね日本にいてさ、一度はこの賭博考えたことない。なんで賭博はダメなのにパチンコはいいんですかとか、競輪競馬とかボートレースはいいんですかって思ったことあるでしょう。日本という国では賭博を各省庁が管理しているっていうんです。例えば競馬は農林水産省、競艇とボートレースは国土交通省、競輪は経済産業省、トトは文部科学省、パチンコは警察。これは戦後いろんな競技が誕生する中、農林水産省だったら馬産業を復興させたい、経産省だったら自転車を復興させたいみたいな感じで、各々が利益につなげるために管轄を分けていたそうなんです。そしてもう一つは天下り先として機能するため。そうなると大阪のカジノは誰がやるのみたいな感じで、みんなでやりましょうということの話なのかみたいな、正確には決まってないけどって話になってましたけど、現実的に考えて世界中のマフィアギャングが集まるカジノを管轄するのは警察しかできないなんて話も出てます。この話言ってるともう一勢力ね動いてる人たちがいて、でこれがね警察なんですよ。警察の人たちがこれ今動いてまして、もともと公営ギャンブルっていうのは省庁ごとに分かれてるんですよ。なんで分かれてるかというと、それぞれが権益を持っていろんな施設作ってきますよね、関連施設。そしたらみんな天下りできるんですよ。そういうことか。そういうふうに作ってる。だからちゃんと分けてるでしょ。ですけど今カジノできますよね今度。これの管理をどこの省がやるかまだ決まってないんですよ。ただ今内閣府でその懲役を与えないでおこうと、明らかに露骨なんでみんなに、いやじゃあやめましょうということで、今カジノ管理委員会っていうのを内閣府に作って、いろんな省庁の人集めてみんなで管理しましょうっていう、ちょっとこう歯の浮いたようなことをやり始めてるんですよ。ただここからはもう年で僕のあれですけど、オンラインカジノ今めちゃくちゃ摘発されてますよね。これも要は警察の方々がカジノですから、カジノをやるのは私たちなんだっていうのをアピールするためにやってるんじゃないかっていうふうに、これはもう警察が今そこを取りたいんで、それも全部含めて夢の万博なんですよね。その視点で考えると、オンラインカジノをしてきた芸人さんたちや著名人たちが最近ちょっとプップップって出てきてますよね。はい、そういったことなのかもしれない。見せしめ。万博の水面下で行われるテクノロジー競争。こちらが佐藤さんということで、佐藤さんも万博実際に行かれたんですよね。どうでした？でもすごい面白かったですね。なんかやっぱりエンタメとしてはすごく磨き上げられてるなとは思っててですね、なんかあれ見て未来に対してポジティブになれるっていうのは分かる気がしますね。ただテクノロジーっていう意味では、今の世の中のテクノロジーって本来で言うと軍事技術の転用から来てるんですよね。で例えば私たちでいうとコンピューター今触ってるじゃないですか。でもともとコンピューターの始まりって核ミサイルの弾道計算なんですよね。と考えておくて、1950年代ぐらいにコンピューターのベースを作って、それが商業化されて私たちの手に渡ったんですけども、時間差でいうと60年間ぐらい差があって、めっちゃ差があるじゃん。でドローンもなんか結局何に使うんだって話ですけども、ウクライナで何に使われてるのか証明されてまして、
無人爆撃機ですからね、正体っていうのは。でようやく50年60年経って私たちの手にその最先端の技術というのが渡ってきたと。今もですか？今の時代も5、60年遅れるんですか？今だったらもう少し短くなってますけども、本当の最先端技術っていうのは私たちは多分30年後とかにようやく触れるってことと考えておくて、じゃあもうあるってことですね。今あると思いますね。もうだいぶ進んでるってことですよね。はい、なんでそこに持ってるその、ある種軍事技術っていうのが数十年遅れて、もうその世の中に放ってもいいかなということで民間に降りてくるっていう流れがほとんどなので、という意味では万博の多分テクノロジーっていうのはアカデミア学会からこう上がってきた技術であって、多分軍事側から上がってきてる技術ではないので、それで本当のテクノロジーの先端っていうのはおそらく多分軍隊に存在してるっていうのがおそらくだろうなと。はい、最新技術は僕たちのこの家電とかじゃなくて軍が一番最初っていうのはもうなんとなくみんな理解してますよね。今ではみんなもう AI を利用してチャット GPT なんかもう日常生活で当たり前ですよっていう段階に来てますけど、その強力なツールと AI が軍事と結びついた時、僕たちの未来はどう変わっていくのか。もう銃を持った兵士たちが戦場へ行く時代は古いです。国家の安全保障、サイバー戦争、情報活動、そして戦場のリアルタイム分析、あらゆる分野で AI が判断を担い、人間の限界を超えた意思決定、その最前線にいる企業が、そうパランティア。まだ一般的にはね、あまり馴染みのない企業かもしれないけど、株業界ではネクスト NVIDIA なんじゃないかと噂されている、最近急上昇している企業なんです。どんな企業なのか。 The real question is, can we deter the next great war? Calling us Nazis because we were dedicated to serving the American people, because we had the sense God gave a goat, and we realized that if you're going to do really important things in this country, you should defend this country with every asset we have. パランティアは2003年にピーター・ティール、イーロン・マスクらとね、ペーパルの創業に携わったテック業界のレジェンドですね。いや、アレックス・カープ、ティールのスタンフォード時代のルームメイトで、現パランティアの CEO などによって創業され、ビッグデータ分析を行うソフトウェア企業なんですけど、今回注目したいのは彼らが政府、軍人向けのシステムの開発を行っているということ。アメリカ国防総省、CIA、FBI などが利用するテロ対策、犯罪予測、軍事作戦を支援するソフトを提供してて、 AI× 軍事という分野で未来の戦争の形を作っていく企業だと言われているんです。今ではもう恋愛のマッチングも食事、何を食べればいいのか、フィットネスとかどう運動するのか、全てもう AI と結びついてるでしょ。ってことはさ、皆さん、もうこの軍と AI もおそらく何十年前からもうくっついてるんですよ。それが最近戦場で表に出てきていると。彼らが立ち上がったのはビジネスとして一番餌になるある恐怖の出来事からでした。2001年あったじゃないですか。の出来事。アメリカでは国家の敵を見逃さない体制が急務となり、 NSA や FBI による監視活動が合法的に拡大されます。スノーデンが暴露したプリズムプログラムってあったじゃん。それを利用してみんなの通話やメールの監視ができるようになりました。合法的に。そこでパランティアの創業メンバーは考えます。世界中のデータを見通す力を持ち、真実を導き出すツールを作ることができたら。パランティアはなんとあの映画、僕も大好き、ロード・オブ・ザ・リングスから来てて、原作に登場するパランティーリという世界中の出来事を時空を超えて遠隔で見ることができる魔法の道具が由来なんです。全てを見通す意志、現代社会で真実を見つけ出す力ということですよね。真実はもうネット上にゴロゴロ転がってます。その真実と実際のこの軍事的な技術をつなげたらとんでもないことができるのはもう想像できる。パランティアは2024年からイスラエル国防省とも協力してて、敵のターゲットを分析し、戦闘計画を提案するといった先進技術の提供を行っています。またウクライナ紛争においても AI とビッグデータ分析を活用して、敵の部隊配置や兵器の位置の把握、データ管理とサイバーセキュリティ対策などの支援もしてて、めっちゃ過激で、CEO アレックス・カープは私たちの製品は時折人を殺すために使われると発言して、結構そのメディアでは論争を生んでるんですね。この民間企業が軍事作戦と密接になることによって、当然プライバシーの侵害どころかもう筒抜けなのは分かりますよね。衛星データや顔認識技術を使用して地球上誰がどこにいるのかも当然分かってて、しかも特定し、その人物だけを攻撃することができる。一般企業がこんな力を持って大丈夫なのか。はい、皆さん、直木マンの都市伝説ワイドショーシャフォーどうでした？僕的には結構収録してて、なんかこの日本の社会っていうか、世界ってこういう構図になってるんですかっていうのがより理解できる回でしたね。大阪万博やその後の IR とか、その辺の関係も僕は詳しく理解してなかったので、なんでこの世界的なイベントが行われるのかとか、もちろんね、その表の意味と裏の意味、みんな頭に入れておいてほしいのは、一つの利益だけじゃないですからね。様々な利益が合わさって行われることがほとんどなので、巨大利権は今でも存在してるけど、なんとその中でも僕たちは本当のロマンを持ってね、真実、本物を求めて頑張っていきましょう。これからも
それでは皆さんご視聴ありがとうございました。今回この番組を作るにあたっての裏の制作会議を収録し、そちらもABEMAさんで配信しているので、気になる方チェックしてみてください。割と僕の素の部分であったり、スタッフがどんな思いで制作しているのかが見れちゃいます。フルバージョンはABEMAさんで見れるので、ぜひチェックしてみてください。